皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は、未来の予想をする前に、現実が直面している生活苦について考えていたところ、消費税の増減税について気になったので、ChatGPT に聞いてみた内容を紹介します。なお、ChatGPT の回答には一切手を加えません。いくら未来の科学が発達して今よりも住みやすい環境になったとしても、現在が苦しければ問題だらけです。現在の問題は未来にまで影響を与えることを考えると、現在の問題を浮き彫りにし、それを共有していかなければ解決にもつながりません。ということで、今回に限っては当面の危機である物価高騰について直接関係のある消費税についてのお話です。2045年という未来の世界をより良くするために現在できることを考える足がかりとしていきます。ChatGPT への質問。デフレの中、消費税増税をするとどうなりますか？ ChatGPT の回答。デフレーションの状況で消費税を増税すると経済に様々な影響が生じる可能性があります。以下は消費税増税がデフレに及ぼす影響についての一般的な考え方です。1、消費の減少。消費税の増税は商品やサービスの価格を引き上げることから一般消費者の購買力に対する負担を増加させます。これにより、消費者は支出を削減する可能性が高まり、特に高額な商品やサービスの需要が減少しやすくなります。これはデフレの状況を悪化させる可能性があります。2、企業への影響。消費税の増税が消費の減少をもたらすと、多くの企業は売上の減少に直面し、利益が減少する可能性があります。これは雇用への影響を含む経済全体に様々な波及効果をもたらす可能性があります。3、インフレ抑制。消費税増税は一時的に価格を上昇させる可能性がありますが、その後、需要の低下や経済への悪影響から来るデフレの圧力を増加させることがあるため、デフレの抑制に寄与するかもしれません。4、財政政策との組み合わせ。消費税増税を行う場合、それを補完するために財政政策を調整することが考えられます。例えば、公共支出を増やすなどして経済への刺激を提供することができます。要するに、デフレの中で消費税を増税することは慎重に計画し、他の経済政策と組み合わせて実施する必要があります。また、その影響は国の具体的な状況、政策の実施方法、タイミングなどに依存するため、一般的な結論を導くのは難しい場合があります。政府は経済の全体的な健康状態と公共ニーズをバランスさせながら、消費税増税の是非を検討する必要があります。ChatGPT への質問。デフレの中、消費税増税をした場合、景気が回復する可能性は？ ChatGPT の回答。デフレの中で消費税を増税することが景気の回復にどのように影響するかは状況によりますが、一般的には景気の回復には負の影響を及ぼす可能性が高いと言えます。以下に消費税増税が景気に及ぼす主な影響要因を説明します。1、消費の減少。消費税の増税は商品やサービスの価格を上昇させるため、一般の消費者の購買力を減少させます。これにより、消費者は支出を削減する可能性が高まり、特に高額な商品やサービスの需要が減少する傾向があります。これは景気の減速を引き起こす可能性があります。2、企業への影響。
消費税の増税が消費の減少をもたらすと、多くの企業は売上の減少に直面し、利益が減少する可能性があります。これは企業の生産、雇用、投資に悪影響を及ぼす可能性があり、景気の回復を遅らせる要因となります。3. 消費の先送り。消費税増税の発表がある場合、一部の消費者は大きな支出を先送りし、増税前に商品やサービスを購入する傾向があります。これは増税前に景気を一時的に刺激できる可能性がありますが、増税後に消費が減少する可能性があります。4. インフレ抑制。消費税増税は一時的に価格を上昇させる可能性がありますが、その後、需要の低下や経済への悪影響から来るデフレの圧力を増加させることがあるため、景気の回復を抑制する要因となる可能性があります。したがって、デフレの中で消費税を増税することは、景気回復を困難にする可能性が高いです。政府は増税のタイミング、いつ、及び実施方法を検討する際に、経済の現状や必要な政策対応を考慮しなければなりません。また、消費税増税による財政政策の調整や、他の経済政策の組み合わせが重要です。チャット GPT への質問。逆にデフレの中、消費税減税をしたらどうなりますか？チャット GPT の回答。デフレの中で消費税を減税する場合、いくつかの影響が考えられます。一般的には、消費税減税がデフレの状況に対して刺激的であるため、景気の改善の可能性が高まります。以下に、消費税減税がもたらす主な影響を説明します。1. 消費の増加。消費税減税は商品やサービスの価格を低減させるため、一般の消費者の購買力が向上します。これにより、消費者は支出を増加させる可能性が高まり、商品やサービスの需要が増加する傾向があります。これは景気の刺激要因となります。2. 企業への影響。消費税減税により、企業は売上の増加を期待でき、これに伴い生産や雇用への刺激が生まれる可能性があります。企業の収益が向上し、投資の意欲が高まることで、経済の活性化が期待されます。3. 消費の前倒し。消費税減税が発表されると、一部の消費者は将来の増税前に商品やサービスを購入する傾向があります。これは増税前に消費が増加する可能性があります。4. インフレ抑制。消費税減税は価格を低減させる傾向があるため、一時的にインフレを抑制する要因となる可能性があります。これはデフレの進行を遅らせることができます。消費税減税が景気回復に寄与する可能性が高いと一般的に言われていますが、その効果は状況に依存します。政府は財政政策を調整し、景気を刺激するために消費税減税を検討する際、国内の経済状況や財政の持続可能性を考慮する必要があります。また、財政政策や金融政策との連携が必要であり、バランスの取れたアプローチが重要です。チャット GPT への質問。デフレの中、消費税減税をした場合、景気が回復する可能性は？チャット GPT の回答。デフレの中で消費税を減税する場合、景気が回復する可能性が高まります。以下は、消費税減税が景気に対して刺激的である理由と、その影響についての詳細です。1. 消費の増加。消費税の減税は商品やサービスの価格を低減させるため、一般の消費者の購買力が向上します。
これにより、消費者は支出を増加させる可能性が高まり、商品やサービスの需要が増加します。消費の増加は、企業の売上を増加させ、景気を刺激する要因となります。2、企業への影響。消費税減税により、企業は売上の増加を期待でき、これに伴い、生産や雇用への刺激が生まれる可能性があります。企業の収益が向上し、投資の意欲が高まることで、経済の活性化が期待されます。3、消費の前倒し。消費税減税が発表されると、一部の消費者は将来の増税前に商品やサービスを購入する傾向があります。これは増税前に消費が増加する可能性があります。4、インフレ抑制。消費税減税は価格を低減させる傾向があるため、一時的にインフレを抑制する要因となる可能性があります。これはデフレの進行を遅らせることができます。消費税減税が景気回復に寄与する可能性が高いとされていますが、その効果は状況に依存します。政府は財政政策を調整し、景気を刺激するために消費税減税を検討する際、国内の経済状況や財政の持続可能性を考慮する必要があります。また、財政政策や金融政策との連携が必要であり、バランスの取れたアプローチが重要です。以上のことからわかるように、現在の政府はチャット GPT の回答から悪い方向へと舵を切っています。今回、チャット GPT に聞いたことは、デフレ化において一般的な考え方となると思います。チャット GPT の性質上、これが本当に正しいということではありませんが、ネットからの声を聞き、学習していることを考慮すれば、あながち間違いでもないと、私は感じています。皆さん、今回の未来予想2045の旅はいかがでしたでしょうか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく、希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き、未来予想2045を応援していただければ幸いです。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいて、とても嬉しかったです。ありがとうございました。